プラントフルジャーニーの花子です。今日はインスタとかメッセージでもよくリクエストをいただく作り置きをご紹介したいと思います。うちもるいくんと私が平日はフルタイムで働いているので、やっぱりその会社から帰ってきて、平日の夜をいかにストレスフリーに過ごすか、しかも美味しくて栄養のあるものを食べれるかっていうのは常に考えていて、だからそのうちでは週末にいくつか作り置きをしていくっていうのは結構マストなんですよね。だいたいスープ系1つと、メイン1つと、あと 2,3 品副菜ができればいいかなっていう感じです。なので今日は我が家でよく作ってる、作り置きのメニューをご紹介したいと思います。今日はこんな感じの材料で作っていきます。まずスープは春キャベツのスープ、あとは赤レンズ豆を使った、ダールっていうカレーを作ります。であと、緑のレンズ豆のサラダと、フランスのお惣菜定番のキャロットラペの4品を作ります。まず野菜の皮とかを剥いて、それで、野菜の出汁を取っちゃいます。普段は皮付きで食べちゃうこともあるけど、今日はちょっと真面目にしよう。皮を剥いて、こういうのもだしに使います。こういう皮をね、どんどんボウルに入れて集めておきます。なんか日本のきゅうりってすごいポリポリして美味しいんですけど、フランスのきゅうりってなんかすごい水っぽいんですよね。そうだからこの真ん中の部分は取って使いますね。日本のきゅうり食べたいな。この種はこうやってスプーンでゴリゴリっとやって取ります。こういうほうれん草とかもしなってなっちゃった場合は少し水につけておくと元気になるので、水につけてから使ったりします。でこの、ほうれん草の先の部分は、ブイヨンにだしに使っちゃいます。こうやって水を張ったボウルに入れておくと元気になります。はい、こんな感じで、切った野菜の、先っぽとか皮とかこういったものを集めました。これで、ブイヨンを作りたいと思います。なんか今までだしって水から取ってたんですけど、なんかこの間一回沸騰したお湯でやったら生臭くないよみたいな話を聞いて、ちょっと最近はそんなやり方も試してます。じゃあレンズ豆の準備をしていきます。今日は、2種類使います。カレーの方には、ノーティーコガイといって、赤レンズ豆、緑の方はサラダに使います。でこの違いっていうのが、緑の方が、皮付きの、レンズ豆で、赤の方が皮なしのレンズ豆で、だから赤い方は結構マッシュポテトみたいなマッシュする料理に向いてて、あとカレーとかね。
で、緑のレンズ豆はそのままそのつぶつぶ感を楽しむようなサラダとか、そういうのに向いているんじゃないかなと思います。レンズ豆ってタンパク質もすごく豊富だし、鉄分も豊富なので、プラントベース生活には結構欠かせないお豆です。であと大豆とか他のお豆と違って浸水しなくていいっていうのも結構私が好きなところで、使いたい時にすぐ使えるので重宝しています。レンズ豆を煮る時に、ローリエとかエシャロットとかを入れると風味がついてとても美味しくなります。これで、20分ぐらい煮ます。春キャベツのスープは本当にシンプルに、玉ねぎと、キャベツだけで作ります。で玉ねぎはこんな感じで薄切りで、キャベツは後でブレンダーでねミックスしちゃうのでざく切りで全然大丈夫です。だしがいい感じにできたので、このだしを使ってキャベツのスープを作ります。あ、嘘。ちょっと待って。ハプニングが発生しました。ちょっとキッチンの何これ、ドアが壊れちゃった。ちょっとおい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 。このままでいいか。キッチンを破壊してしまいましたが、気を取り直してやっていきたいと思います。これをよいしょ、こしていきます。こんないい感じの出汁が取れました。ちょうど出汁ができたところで、ちょっと今日はランチの予定があるので出かけてきます。今日歩いていくので珍しくワンピースにしてみました。でもチビなので、裾が床につきそうです。危ない。行ってきます。かわいい小道の中にあります。ここが私がパリで前から大好きなビストロのメゾン・フォン・ルージュです。久しぶりなんだけど、僕も。私も自分ではい。お二つずつで。はい、はい、わかりました。ハッピーフライデー。グリーンピースの冷製スープです。美味しそう。今日はお魚も食べます。で、あとはアスパラジソバージュといって、野生のアスパラとブロッコリーのフリットがついていて美味しそう。美味しそう。これ作りたいね。どうですか？楽しみ。コーヒーのティラミスと父はバスクチーズケーキです。シェフの大さんです。大さんとはもう15年来ぐらいの付き合いですよね。ね、オデオンのお店の時から来ていて、もうフランス人のような顔にもうなっている大さん。いや、それはそうだよ。変わってくるね。今日も美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうね。さて、ランチから帰ってきたので続きに取り掛かりたいと思います。オイル、ニンニクで香りが出てきたら玉ねぎとこっちのどっさりキャベツ入れすぎた。
塩と、これで一度蒸し煮にしちゃいます。はい。で、もう一つのお鍋で、ダール、赤レンズ豆のダールを作っていきます。赤レンズ豆のダールは、赤レンズ豆洗ったものと、玉ねぎ、にんにく、生姜、あとスパイス。これはクミン、コリアンダー、ガラムマサラ、ターメリックとかいろいろ入ってるんですけど、概要欄に書いておきます。でもこんないろいろないよっていう場合は、カレー粉とか、ガラムマサラパウダーだけでもいいかなと思います。あとトマト缶とココナッツオイル、これだけでできます。プラントベース生活をしていると、とにかく野菜を切ったりとかってすごく多いんですけど、大体私はもうみじん切りとかはもうフードプロセッサーとかこういったこれバイタミックスのブレンダーなんですけど、ブレンダーにお任せしてます。それで時短時短。そうそう、こういったブレンダーでも低い速度で回すとみじん切りになるので、にんにくも回して上からこんな感じでみじん切りになります。速度は1か2とかそのぐらいかな。それ以上早く回しちゃうとペーストになっちゃうので注意です。で、ダールは本当に炒める。オリーブオイル、生姜で、今みじん切りしたにんにくと玉ねぎを入れて、で、香りが出て玉ねぎが透明になって火が通ってきたらスパイスを入れます。でまた1分ぐらい炒めます。はいはい。そうするとこのようなカレーペーストみたいになります。でここにレンズ豆とトマトかトマトかココナッツミルク、さっき作っただしを 400ml ぐらい入れます。であとは煮込むだけ。簡単。実はですね、なんかカメラの設定を間違えてしまったみたいで、ここから先は音声が全く取れていないので、申し訳ないんですけど、ここからはアフレコでお送りします。春キャベツは蓋をして蒸し煮にして、柔らかくなったところで、ひたひたにだしを入れます。ポイントはここで、大さじ1ぐらいのお米を入れることで、とろみをつけることができます。キャベツのスープとダール豆のカレーを煮込んでいる間にサラダを2つ作ります。1つ目はきゅうりとレンズ豆とオリーブのサラダ。もう1つはキャロットラペで皮むいた人参にレーズンです。レーズンを入れると少し甘みが出て美味しいです。今日は同じドレッシングを2つのサラダに使うので、塩コショウ、マスタード、アップルサイダービネガー、あと白バルサミコ酢を入れると少し甘みが出て美味しいのと、でオリーブオイルです。ちょっとしょっぱかったので白バルサミコ酢を追加しました。人参は千切りピーラーで細い千切りにします。きゅうりは5ミリ角ぐらいのキューブ状に切っていきます。オリーブは
前回のラザニアの回の失敗を踏まえて今回はちゃんと種なしを買いました。これは4分の1ぐらいに切っていきます。レンズ豆のサラダにはミントも入れます。ハーブ類を切るときだけはフードプロセッサーじゃなくて包丁で切った方が水っぽくなくてふわふわに切れます。全部の材料をボウルに入れてドレッシングを入れて混ぜたら完成です。レンズ豆ときゅうり、オリーブとミントのサラダです。キャロットラペはさっき切った人参にレーズンを入れて同じドレッシングをかけて和えたら完成です。音声なしで撮ってしまったから口パクみたいになってるんですけど、そうこうしてる間に、レンズ豆のカレーとキャベツが出来上がりました。ダールのカレーが出来上がったところでほうれん草を入れます。これは先に入れると茹ですぎてしまって、色も悪くなるし食感も良くないので最後の最後に火を止めた状態で入れていきます。これでレンズ豆のカレーも完成です。春キャベツのスープは最後にバイタミックスでミックスしていきます。春キャベツのスープも完成です。とろとろにできました。だいたいどれも2回ぐらい食べれるかなっていうぐらい、多めに作っておいて、例えばカレーは1回目はご飯で2回目はパンとかじゃがいもと食べたり、スープもスープとして飲むだけじゃなくて、パスタのソースにしたりとかアレンジを効かせて何回か楽しめるようにします。ここからは再び音声ありでお楽しみください。4品完成しました。春キャベツのスープ、人参のキャロットラペ、レンズ豆ときゅうりとミントのサラダとダールのカレーです。でこんな形で、保存容器に入れておけば冷蔵庫で 3,4 日もうちょっと持つかなっていう感じです。で余ったレンズ豆もこれは冷凍もできるので他の料理にも使えます。やっぱりご飯作るとお腹すくよね。いただきます。美味しい。なんか辛そうだけど結構まろやか。はい、お疲れ様でしたということで、今回は我が家の作り置き4品をご紹介しました。一つでもね作ってみたいなと思ってもらえれば嬉しいです。もし作ったよっていう方がいたらぜひぜひ下のコメントの方に書いてください。あとはこういう料理が知りたいとか、こういうコンテンツを作ってほしいっていうようなリクエストがあれば、そういうことも書いていただけるとすごく参考になります。ではではまた